突然です。世界観です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。今日お話ししたいのは情熱大陸のお話をしようかなって思っております。日曜日に放送されました情熱大陸が尾崎世界観さんでした。ちょっと待って、その前にこれだけ言わせてください。これだけね、昨日新エヴァを見ました。ただ感想は何も言いません。何も言いませんってことはないっていうか、ネタバレも一切しませんが、何言うてもネタバレになるね。感想は何も言いませんっていうのもネタバレになるっていうか、それネタバレじゃんっていうのが全てネタバレになるみたいなね。何も言いませんって言ってだいぶ言ってるけど、なのでもうしばらくしたら新エヴァの感想あと1回2回見てからね、まとめてお話ししたいと思いますが、今日は情熱大陸尾崎世界観さんのお話をしたいかなと思います。まだね1週間以内であれば TVer で見ることができますし、情熱大陸の公式の YouTube それ違法だよね。公式は違法じゃないですよ。みんなが喜ぶと思って、撮ってるな、録画してるから黙って、それ違法だよあげるくんね。公式俺は何をさっきから言っているんだ。公式の YouTube で続きがちょこっと見えたりねしますので、ぜひ見逃しちゃった方はTVer で、それから公式の YouTube で、ご覧になってはいかがでしょうかね。TVer でね、再度確認してみたんで TVer で流れてたんですよ。違法だよあげるくんねがそれが残っちゃってたっていうだけ。はい、じゃあ行きましょう。芥川賞候補に面影が選ばれまして、それから密着が始まってたっていうところをずっとやってたんですけども、残念ながら芥川賞には選ばれませんでしたが、もう十分ね、なんていうんですか、候補になるだけでも本当にすごいことですからね。でとはいえ僕まだ買ってね読めてないんですよ。だから小説の感想とかじゃなくて、その情熱大陸を見て思っちゃったことを話したいなと思いまして、もうさらっと見て一番気になったのは子供の頃の写真がね何枚か出てくるんですけど、キョンシーの T シャツを着てたんですね。それがなんかすごく印象的だ。そこかよっていう、どこ見てんでね、キョンシーのねイラストの T シャツを着てましたんで、ぜひ皆さんもうちょいチェックしてみてください。キョンシー着てるってね、そこに反応しちゃうっていうね。それがちょっと気になったというか印象深かったのと、あとはね、走り書きしてるから自分の字が読めない。事務所になんて書いてんのこれ。なんて書いてる。事務所にね、ここ社長室ですって、事務所に社長室に座って、ツアーが延期になって中止や延期になっちゃって、そのグッズがたくさんあるんですよっていう箇所があるんですけども、そのハンガーにつば九郎のね、なんていうトートバッグが引っ掛けてあったのが、これは仕込んでるなっていうかね持って見ちゃいましてね。つば九郎がありました。はい。どこ見てそんな感想ってそれが俺の感想だからしょうがないよね。そういうとこ見ちゃうんだからね。これね、
いいそういうとこ見ちゃうんだから、それが俺の感想だからっていうのがね、今日のお話のこの最後に聞いてきますか。最後と言いながらね、途中でこう言いたくなって言っちゃうと思いますけどね。そうありますから、ちょっと、待ってください。それは待ってください。最後まで聞いてくださいよ、それはね。で、途中でラジオ出演の前にこう体調を崩して病院に行くっていうシーンがあるんですけど、駐車場でね、病院までついてきてもらえますかみたいな感じで、その密着のカメラに話しかけるシーンがあるんです。ああいうシーンをね入れると、こうね、密着してますよ感がこうあざとくというか、ああいうシーンをなんていうんですかね、ある種メタ視線的なものですね。密着されているっていうのはもう分かってるんですが、こうカメラを忘れて日常のというか、日常ですねの姿をこうさらけているっていうところがドキュメンタリーの醍醐味というか、そういうなんていうんですかね、ところもあるんだとか、こう普段表では見せない、そういうね、ステージ上では見せない表情が見たいなっていうところが、そういうところがあるんですが、こうね、密着のカメラに対して、ここまでついてきてもらえますかみたいな、ああいうシーンを入れることによって、なんていうんですかね、ある種こうメタ構造的な作り方をしてるというか、そこを生かすというのはね、逆にですよ、ああいうシーンを入れることによってこうフェイクドキュメンタリーってのは本当に作りやすくというかにもできてしまう恐れがあるなっていうのはちょっとね、危惧してるというか、昨今ちょっと流行ってるじゃないですか、ああいうっていうかフェイクドキュメンタリーね。なんでそういうあえてメタ構造を見せるのもね、面白いなというかね、とは思いつつね、どこまでがね、リアルで、どこからが虚構でなのかみたいなところがね、探りながら見るっていうのは考えすぎというか深読みすぎみたいなうがった見方なのかもしれませんが、僕はそういう見方をして思いながら見てましたね。で部屋に自宅ね、デビューして無理して借りている自宅があるみたいなね、ナレーションでこう自宅の中をねこう撮るんですが、本がね、こう本や CD やねこう積まれているわけですよ。で、うちわがね目立つところにね顔がこっち向いて置いてたんですけど、あれが誰なのかちょっと判別しなかったんで、ぜひ皆さんそれ見て判断してほしいんですが、うちわがあったのと、積まれておる本何が積んでるんだろうなと思って、僕がねこう目に留まってめちゃくちゃねこう映るところに止まってでか何巻もこう積まれてたのはサターンリターンでしたね。スピリッツで連載しております、サターンリターン、鳥飼茜さんのサターンリターン、これもサターンリターンも小説家の漫画の話なんですね。で恋人が自殺しちゃってっていう話なんですけども、そのサターンリターンの漫画が非常に目につくところに置いてたのも、これね仕込んでいるのかどうなのかと思いながらね見ておりましたけども、おそらくね仕込んでますよとは思いながら見てました。でこれなんだっけな、表現者は語るみたいなやつで、走りがほんと字が俺の字が読めない。これねナレーションで入ったやつですね。表現者は容赦ない批判を浴びるみたいなね。表現者は容赦ない批判を
覚悟しなければならないということがナレーションでねこう入ってたんですけども、こうクリープハイプ尾崎世界観さんってまあ検索すると分かると思うんですけど、本当に声が嫌だとかね、ハイトーンボイスというか声が受け付けないみたいなのが今は少ないかな。でもねすごく言われてて、それをすごくこうなんで気にしてというか、でもしょうがないみたいなところがあって、でもね僕も正直こうちょっとっていうなんていうんですかね、違和感というか、でもそれってなんだろうな、今の清志郎さんにも同じような感じがあったんですね。当時と僕が知ったそうですね。なので、清志郎さんもよく言われてたんですよね。みたいなところから、あれでも待てよ、そこでこう蓋をするんじゃなくて、じゃあ何を歌っているのか、何をして書いているのかみたいなところを見ると、やっぱりこれ何か共通したというか、ものは感じて非常に好きになって、一度じゃないや2、3度お仕事をしておるんですよ。私もねクラフトビールを 5% っていう曲があるんですけども、ビールの曲でクラフトビールを作ったんですね。尾崎世界観印のというかね。でそのラベルをデザインしたりとか、一回ツアーグッズも私のやってるパモンでやったりとかっていうのがあって、その頃からもうズブズブというかね、どっぷり私がハマっているんですけどもね、というのを情熱大陸を見ながらね思っておりましたね。あと福島に会いに行った小説家劉さんの言葉で、小説とは何かみたいなねことを聞かれた時に、小説を書くことっていうのはどういったことですかみたいな質問で、人の目に留まらないことが止まるかどうか、人の目に留まらないことが止まるかどうか、これは非常に深いなと思って、尾崎世界観さんの、小説前作ユースケですか。ユースケは非常に面白かったし、またそのね人の目に留まらないことが止まるかどうかっていうのはその視点じゃないですか。歌詞にしてもそうですけども、ここはそういうものの見方があったのかという発見ができる、また共感できる箇所があると、同じね感覚を持った人が、同じことを思ってた人がいるんだって思う、そういう共有できる視点が発見できるっていうのは、やっぱり小説とかね歌詞とかで表現できてされているっていうのは、本当になんていうんですか、読む方にも当然励みにもなるし、それがまた励みになるから応援したくなるっていうのがあるなと思って、これすごくいい言葉だなと思いましたね。人の目に留まらないことが止まるかどうかね、その止まったものがまたね共感できるかどうかっていうのはね、非常にいい言葉だなと思って、この情熱大陸を見ておりましたね。まだTVer で、もうちょこっとだけね見れますのでね、それ違法だよでない方法で皆さんもぜひ見てくださいといったところで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あとスプラトゥーンもね勝手にやっておりますんで、見つけてねフレンド登録して、一緒にやりましょう。ありがとうございました。